皆さんどうも、こんにちは。バズ&トリビアニュースのまゆです。今日もネイティブのスピードで話していくけど、振り仮名やイラストはもちろん、字幕も出した時に読みやすくしてあるので、頑張って最後までついてきてね。さて、今日のニュースは、日本が誇る大企業、パナソニックが大規模な大きなリストラを発表したの。ある日いきなり仕事を失うリストラ。昔ね、私が勤めていた会社でもリストラが行われたことがあるの。自分がいる会社でリストラが発表されると、社内はもう大混乱なんだよね。その実体験も交えながら、今日は日本独特のリストラについて紹介するね。おかげさまで、このチャンネルを始めて1ヶ月、登録者が2000人を超えました。嬉しいです。言葉の勉強だけじゃなく、日本の文化や価値観もよくわかるので、ぜひ、いいねやフォローでこれからも応援よろしくお願いします。さて、会社を信頼して、汗水垂らして、一生懸命ってことね。文句も言わずに働いてきたのに、この仕打ち扱いひどくない？そんな声が聞こえてきそうなこの言葉、リストラ。実はいわゆるクビとか海外のレイオフと違って日本ならではの文化から生まれた言葉なの。日本の会社がリストラするとき、よく使うのが早期退職っていうやつ。これはね、本当はまだ働ける年だけど、自分からちょっと早めに辞めますっていう制度なんだよね。日本では正社員っていう立場の人を会社が簡単にクビにすることって法律で難しくなっているの。例えば、明日からもう来なくていいよって会社が言っても正当な理由、つまり会社にとって悪いことをしたみたいなちゃんとした理由がないとダメなの。だから会社が直接クビにするんじゃなくって社員にあなたから早めに辞めてもらえませんかってやんわりお願いするっていう形になるの。それが早期退職っていうやつ。今回のパナソニックもこの早期退職で1万人を募る、募集するってニュースに出ていました。でね、日本の会社ってだいたい60歳から65歳くらいまで働ける会社が多いの。これは定年って言って、ここまでで会社を辞めてねっていう年齢のこと。定年になって会社を辞めるときには、今までありがとうっていうことで退職金っていうお金がもらえるんだよね。これで老後を過ごしてね。これからの暮らしをこのお金で頑張ってね、みたいな感じかな。で、早期退職をすると、その退職金がちょっと多めにもらえるの。だから、早く辞めてくれる人には特別に多めにあげますって言って、立候補してくれる人を募集する。でもさ、はい、辞めたい人、1万人手を挙げてって言われても、そんなに立候補する人いないでしょ？だから本当は会社から声をかけて進めることが多いの。ちょっとちょっと、ちょっとちょっとって声をかけるから肩叩きなんて言ったりします。大体肩叩きに合うのは40歳とか45歳以上でマネージャーじゃなくて、でもお給料は結構高い人。そういう人がターゲットになりやすいんだよね。上司が呼んで、ちょっと早期退職考えてみないって話すわけ。で、もちろん会社によってその進め方、おすすめ仕方の温度感は結構違うと思う。もう君、ここにいても仕事ないよってきつく言う会社もあれば、どう？ちょっと考えてみて。会社も大変でくらいの優しい、やんわり言う会社もある。私がいた会社は割と優しいところだったから、マイルドに進めてたって感じだったかな。で、当時の私は20代だったから、その対象にはならなかったんだよね。でも、こういうのがあると、社内の空気で、ちょっとピリピリとかギスギスって言うんだけど、緊張感があって、居心地が悪い感じになるんだよね。誰が残るのとか、何々さん立候補したらしいよ、みたいな噂がいっぱい飛ぶ。で、そもそもね、会社が早期退職を募るっていうのは、
経営がかなり厳しい時なんだよね。だから正社員じゃない期間限定で雇っている契約社員さんとか、あとパートアルバイトさんとかはもうすでに辞めてもらっていることが多いの。だから人は少なくなってるのに仕事の量はあまり変わらないから、この仕事を誰がやるのみたいな不安も出てくるんだよね。で、いよいよ辞める日には送別会があったり、幽霊っていうイベントがあるの。で、幽霊っていうのは最終出社日。最後に会社に来る日の夕方に、みんなの前で今までありがとうございましたって挨拶をするやつ。一斉に早期退職を募ると、その幽霊が毎日あるみたいな感じになって、寂しい空気になるんだよね。経営の厳しさも実感するし、私もあの時は胸がざわざわしたなって覚えてます。で、ここからは、ちょっと私の考えなんだけど、会社にとって社員っていうのはコスト、お金がかかる人、費用なんだよね。だから、この人が会社にとってプラスかどうかで残すか、やめてもらうかを決める。ビジネスとしてはそれが正しいよね。でも、働いているのってお金じゃなくて生きている人間だよね。人の価値って本来は生産性だけで決まるものじゃないはず。でも企業は経営のためにドライな判断をしなきゃいけなくて、まるでその人に価値がないみたいに感じさせてしまう。それが単に仕事がなくなるということだけじゃないリストラの辛いところだなって思います。社員がこういった辛い気持ちになることを踏まえて、パナソニックの社長は今回のリストラを発表したとき、こう言ってるの。忸怩たる思いで申し訳なく思っている。これどういう意味かっていうと、すごく恥ずかしいとか、心が痛いっていうことなんだよね。普段のね、話し言葉ではまず使わない。遅刻してごめん忸怩たる思いですとか絶対に言わない。とってもフォーマルな表現です。つまり、こんなことになったのは私の経営が悪かったからで恥ずかしく思います。本当に申し訳ないという社長の気持ち。こんな風に日本の社長って人を減らすときに、これは自分のせいなんですっていう感じですごく反省をしていたり辛そうに話すことが多いです。でもこれ欧米ではちょっと違うよね。例えば Facebook の CEO ザッカーバーグさんが2022年に大規模なリストラをした時、こんな風に言ってるの。これは難しい決断でした。影響を受けた人たちには申し訳なく思う。私が責任を持ちます。もちろん自分が責任あるって言ってるんだけど、恥ずかしいです。自分の経営のせいで情けないです。心が痛いです。みたいな感情な話はしていないんだよね。つまり気持ちよりもビジネスとしての説明を大切にしている話し方。どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、やっぱりこういうところにも文化の違いって出るんだなって思いました。皆さんの国の制度はどうですか？日本みたいに会社と従業員のつながりが強いですか？それともビジネスとして割り切っていますか？ぜひコメントで教えてくださいね。それでは今日のニュースはここまで。今日は少し難しいトピックスでした。ここまで見てくれた皆さんどうもありがとう。ぜひこのニュース扱ってとか、こんな話題どう思うみたいな意見があったらコメントで教えてください。それではまた次回のニュースもお楽しみに。またねー。